こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、光が綺麗なイラストですよね。青猫さとみさんの作品で、タイトルは無題。コメント、光の当て方が上手くなりたいです。とのことです。はい、青猫さとみさん、ご応募ありがとうございます。はい、まずですね、絵をパッと見ただけで、青猫さんが研究熱心だということが伺い知れます。光の当て方がね、気になっているっていうことなんですが、ということはおそらく光のエフェクトだったり、そういう部分に興味がもともとあるということで、人物に乗っているこの光のエフェクトとか、あとはオーバーレイ効果、これはね、効果的に使えているのが分かりますよね。はい、青猫さん素晴らしいです。で、じゃあ今回どこを添削していくかなんですが、おそらく青猫さんは光に関してでもまだなんか足りないなっていう風に思っているっていうことだと思うんですよね。それはですね、おそらく光だけを意識しているからなんです。光をうまく描きたい、光をうまく描きたいって思って光だけに意識がいってるから、いざ光を描こうとしても光の効果を実感できないわけなんです。じゃあ何をどう意識すればいいのかというと、それはですね、影です。影を意識することで光を描いた時にその効果を何倍にも高めることができると思います。この動画を見ていただければ光をきれいに、そして効果的に見せることができるようになると思います。光をうまく描きたいという方はですね、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。はい、まず最初に僕が気になったのはですね、この後ろの背景のこの白い面積ですね。ここが気になりました。青猫さんは光の当て方を上手くなりたいということで、光を印象的に扱いたいと思うんですね。もしかしたらですね、コメントで言ってるのは単純にこうライティングとかキャラクターに光が当たって、でそれがどのような形になるのかみたいな、そういうことを言ってるのかもしれませんが、一応今回は総合的な意味での光の問題を話していきますね。で、なんでこの後ろの白い面積が気になるのかというと、おそらく直してみると分かりやすいかな。ちょっとやってみます。はい、こんな感じに少し人物の配置を見直しました。まだ分かりにくいかもしれないんですが、添削前は人物の周りをぐるーんと一番明るい光、白が取り囲んでいるような状態になっていたんですね。これだとこの白の印象が強すぎて、キャラクターのライティングを白の印象が食ってしまうんですよね。それとこれは別の動画でも言ってるんですが、絵ってあまり左右対称じゃない方が動きが出ます。で、今の状態だとキャラクターのポージングは左右対称じゃないのでいいんですが、この後ろの背景の白まで合わせてみると結構ね、左右対称っぽい印象になっちゃってるんですよね。これがちょっと絵として退屈な印象を作り上げてしまっているので、こんな風にどちらかに絵を寄せて後ろの白の面積比を左右で変えてあげると、面白みのある動きを感じる絵作りができると思います。さて、でここでですね、もう何百回言ったでしょうか、やっぱりね、手が問題です。おそらくですね、この方手については結構こだわりを持っていそうな描き方をしているので、手は好きなんだと思うんですが、多分ね、手は見ないで描いているんでしょうね。手の形がものすごく崩れてしまっています。自分のフェティシズムだけを頼りに描いていくと大体こんな感じになりますね。フェティシズムを持っていること自体は素晴らしいことです。ただね、そこだけで突っ走らないように写真を撮って参考にしながら描いてみるのがおすすめです。やってみましょう。はい、こんな感じです。特にね、こんな風に手に手をかけたりしていて少し複雑なポーズの時にはなおさら写真を撮るのをおすすめします。これね、自分でかけているって自信を持っている人ほど全然かけていないと思うので、これはね、注意してください。それほど手は難しいです。仮にね、自分が手があんまり綺麗じゃない、だから参考にならないっていう人はですね、寿屋さんから出ているこういうハンドモデルを1個持っておくと結構いろいろなポーズを見ながら描けるので、これはね、かなりおすすめです。僕が持ってるのは女性のハンドモデルなんですが、男性版もありますね。さて次に行きましょう。次はお待たせしました、本題に入ります。今手を描いていた時も若干意識はしていたんですが、光を強調するために影を描こうっていう部分ですね。おそらく青猫さんもともと意識はされていると思うんですが、光を強調したいっていうのであればもっと思い切って暗い色にしてあげてもいいです。一旦肌色だけやってみますね。
はい、もうねこんな感じ。そんなに暗くしていいのって思われたかもしれませんが、むしろねこれ僕的にはまだ明るいとすら思ってます。全然もっと暗くできるんですが、あんまり印象を変えないために少し手加減しているぐらいですね。で、なぜですね今変えた部分が暗く見えすぎるのかっていうと簡単です。周りの色がまだ明るいからです。そこと比較して肌色だけが暗くなっちゃったので、今ねおかしく見えるだけなんですね。次に修正する部分でそのことが実感できると思います。はい、髪色も少し暗くしてみますね。はい、どうでしょうか。まだ違和感が拭いきれませんでしょうか。はい。まだ言ってることがわからない。全然暗すぎるじゃないかって思った人も中にはいるかもしれません。すいません。ちょっとね、順番でやっているので、どこでね、違和感が取れてくるのか、自分でもね、把握しきれてないんですよね。はい、おそらく次で違和感が少なくなると思います。帽子ですね。はい、帽子の色も同じように、暗くして帳尻を合わせていきましょう。はい、こんな感じです。ちょっとね、帽子のつばを勢いで書き加えちゃったんですが、これは元のままでいいです。はい、でもね、色調整の最後、ここで暗くした効果が出ます。添削前にもね、おそらく青猫さんは同じことをやっているんですが、明るい色の上にこれをやっていたので、あんまり効果を感じられなかったと思います。暗い色の上にですね、これをやると、すごく効果を感じられる処理があります。やってみます。はい、明るいオーバーレイ効果を上からふわっとかけてみました。どうでしょうか。かなりね、光が入る感じ、気持ちよかったでしょ。これはですね、もともと明るい色の上からやってもそんなに効果は高くないので、やるならね、少し下地の色を暗くしてからやるのが効果的です。さあどうでしょう。肌色だけ暗くした時にはそんなに暗くしたらさすがにおかしいでしょって思ったと思うんですが、なんか徐々にバランスが取れてきた感じしませんでしょうか。むしろ背景の白とコントラストさがついて印象がはっきりした感じがお分かりいただけると思います。それと光の当て方についてもっと深掘りするとですね、添削前はなんというか全体的に鮮やかな印象だったと思います。顔も鮮やかだし、帽子も鮮やかだし、服も鮮やかみたいな全ての色がね目立っていたので、若干平面的な印象になっていました。で、添削後は暗い色や鈍いサイドの色も入れましたので、今ね明るくした肌色の際の部分や髪の鮮やかな部分の色がより際立ったのがお分かりいただけるのではないでしょうか。さあそしてまだいきます。ちょっとですね、僕はこのイラスト表情に違和感があると感じていますね。これですね、うまく言語化できるかわからないんですが、一旦違和感を感じている部分直してみます。はい、今ですね、目の添削をしていきました。僕がやったのは、ものすごく簡単に言うと、漫画の目からイラストの目にしたというところでしょうか。漫画の目はですね、なんかものすごく雑に描くと、こんな感じのイメージ。白目の面積が広めで、黒目の面積が小さいイメージです。これはですね、漫画の世界では全く問題ありません。というかむしろ、漫画では特に感情表現を主体にすることが多いので、黒目をすごく小さく描いて、白目を広く取る傾向があります。特にね、怒りをあらわにする時の表情なんかを描く時には、目をね、こんな風に点とかにしてね、あえてものすごく黒目を小さくしていることを分かりやすくするんですが、それってなんで成立するのかっていうと、漫画だからなんですよね。ものすごく極端な表情ってその前後のコマがあるから、パッと見た瞬間に
この人ってこういうやり取りをしたからこういう表情になっているんだなっていうことを別にね説明なしに読者に伝えることができるんですが、イラストの場合にはですねちょっとそれが難しい場合があって、その前後のコマがないじゃないですか。だから、あまりにもね特殊な表情を描いてしまうと、この人ってなんでこんな顔してんので見ている人にハテナマークが浮かんじゃうことがあるんですよね。でこのイラストもそうですね、ちょっとしたバランスの関係でこの人って怒ってんの、カッコつけてんの、それともベロ出してるからちょっとこう茶目っ気を出してんのっていうのがあんまり表情からわからなかったんですね。なので僕なりにですが、その辺が少し分かりやすいようにバランスを調整していこうとしている途中です。ちょっとねこの左側の青い目のせいでまだよくわからないので、こっちも調整していきますね。はい、こんな感じ。僕なりにですがイラストの目に直してみました。黒目をねちょっと大きめにするのがポイントですね。はい、僕がやったのは少し白目の分量を下げて黒目を大きくして、でさらに青い目の方を閉じがちにしたこと、それによって怒りというよりもこの人のこう特殊能力というか、この赤い目の方に持っているなんか特殊能力めいたものに焦点を当てた感じに演出を変えてみました。赤い目の方がなんか怪しく光っていたので、おそらくこの目でなんかするんだろうなって見ている人に想起させるのが狙いですね。はい、ちょっとねややこしい説明でしたよね。あとはそれに合わせて口もですね少し調整します。はい、口もですねベロをベーって顔の前の方に出していたんですが、少しだけね後ろに含むような出し方というかベロの出し方を変えてみました。ベロはですね正直難しいです。ベロって人によってこう捉え方が違うので、もうベロ書くだけでね万人受けが難しくなりがちな要素なんですよね。すごくうまく書くと生き生きとした表情にできる一方で、ちょっとねこう印象がずれてしまうとなんでこの人こんなに気持ち悪い顔してんのでね、意図せずに人に不快感を与えてしまうような要素になってしまうのが口なんですよね。そういう意味で口は結構難しいので、特にベロを書くときには気をつけてみてください。で最後若干耳ですかね、耳の位置というかこの辺です。この辺調整します。はい、こんな感じです。顔の調整はこんな感じで一旦終了です。最後に顔以外の部分についても若干調整を加えていきますね。まずはマフラーから。はい、ここもさっきと同じですね。全体的に明るい赤だったので、少し暗い部分も作るために手前の部分を鈍い赤色にしてみました。全体的に明るいとちょっとねこの目の印象的な赤色に対してマフラーまで鮮やかだとちょっとね印象が分散させられてしまいます。なので目を際立たせるという目的もありますね。次、服もちょっとだけ調整します。はい、こんな感じ。顔に印象を持っていくためにここも少しだけサイドを低めに調整しました。はい、で最後上から書き込んでしまったので最初にやった光のエフェクトが消えてしまいました。書き加えていきましょうか。はい、こんな感じ。光のエフェクト自体はね、青猫さんが研究熱心なので、特に言うことはありませんが、あえて言うなら、細いエフェクトと太いエフェクトをもう少し差をつけてあげるといいのかなと思いました。その方が絵が立体的になりますね。あとはこんなのもありでしょうか。はい、線状のエフェクトだけじゃなく、球状のね、丸いエフェクトも追加して、
アクセントを加えてあげても絵に面白みが出ると思います。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。全体的なキャラクターの印象はそのままに、明暗の幅がついて色のメリハリがついたのがお分かりいただけると思います。この目からね解き放たれるようなエフェクト、光のエフェクトの存在感もアップしましたよね。今回は光の当て方が知りたいんですということで、光のね当て方自体は青猫さんうまくできていたんですが、そう見えなかったのはどうしてなのかというと、光を当てる前に影をうまく描けていなかったから、影を強調できていなかったから、その分光がねあんまり印象的に見えなかったということがありました。光を印象的に見せたかったら、まずは影をしっかりと暗くしようというお話を添削を通してしてきました。はい、もしかしたらね影の入れ方について詳しくは解説しなかったので、もし影の描き方どうやったらいいのって気になった方はですね、こちらの動画完全版プロ絵師が影の付け方全て伝授しますをご覧ください。影の付け方について詳しく知っていただけると思います。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。